いや、ご覧の通り私盛大に髪が伸びておりますなんですが、今日ついにイタリアの美容院でこの髪を切ることにしました。美容院に行く前にちょっと皆さんに1点だけ謝りたいことがありまして、今年の5月かな6月かな、皆さんにインスタグラムかツイッターどっちか忘れたんですけど、髪を切りに行きます。なのでどんな髪型がいいか選んでくださいみたいなアンケートを実施したと思うんですけども早4ヶ月皆様からいただいた回答を盛大に無視したまま過ごしておりました。いやー、その説は本当に申し訳ございません。今日ね、ちゃんと髪を切りに行きますので、はい、お許しくださいませ。はい、ということでちょっと髪を切るためにナポリの美容院に来ましたここは別に探してなかったけどね。そう、ちょっとね髪切りたいなと思ってナポリまで来てしまいました。たまたま来てしまいました。ちょっと行ってみます。はい、ちょっと聞いてみますね。レッツゴー。ここからは後付け実況でお送りしてまいります。今回担当してくださったのはこちらのお父さんで、入店するまでソファーで寝ておりました。なんでこんな悟りを開いた顔をしているかというと、カットする前にこんな感じの髪型がいいってリクエストしたんですね。そしたら、これは前髪にパーマがかかってるからこうなってるだけで、普通じゃこうならないから、似たように切るよって言われたんですね。なのでちょっと不安な気持ちで鏡をずっと見てましたが、サイドはなんかイメージのようにグラデーションになっててすごく綺麗ですよね。いや、この顔ね、本当にひどい。この時はもう不安すぎて完全に無口になってました。ずっとどうなるだろうってすごいハラハラしてました。私の不安とは裏腹に本当にすごく丁寧にカットしてくれていて、サイドとか後ろとか本当イメージのようにグラデーションになってますよね。何度も時間かけてバリカンでカットしてくれました。もともとね、こんなに髪が長かったので残骸が結構落ちてますね。もし水って坊主とか言われたら人生つまってこれからどうなるの、口コミとかちゃんと言葉でもよかった。バリカンだけでは綺麗にできないところはこんな感じでハサミを使って丁寧に切り揃えてくれてます。ローカルな美容院イコール変に切られるなんていう勝手な先入観を抱いてた自分が恥ずかしくなるほど丁寧に切ってくれてます。特に不満とかではないんですが、面白いなと思ったことがあって、今一瞬おっちゃんがテレビの方を向いたと思うんですが、カットしながら結構な頻度でテレビに夢中になることがあったんですね。ローカルだなと思いました。やばくないですか？見てる番組ドラマチックすぎて映画館にいるかと思いましたもん。ここから前髪とトップ切られていきます。もう一度参考までに、私が理想としていた前髪はこちらです。このまま切り進めていけば長さもスタイルも理想のものに近づけるかなと安心しきっていましたが、おやおや、あれれ、おかしいぞー。なんだか全体的に短い気がしませんか？いや、でも前髪がね、まだ見えてないからさ、短いと決めつけるには早急すぎるよ。しつこいようですが、参考までに私の理想としていた髪型です。カミソリを使って丁寧にもみあげを整えてくれてます。個人的にはこういう仕上げをされている瞬間が結構好きだったりします。襟足も丁寧に沿ってくれてます。
個人的なフェチで大変申し訳ないんですが、こんな感じでうなじをきれいにしてもらう瞬間がなんだか好きで、なんか気持ちよくないですか？皆さんどうですか？いやもう見てる番組激しすぎませんかこれ。はい、無事にカットも終わって最後にドライヤーで髪の毛を落としてくれています。画面では分かりづらいかもしれませんが、私は今目つぶしされてます。でこちらピラピラしてるティッシュなんですけれども、こちらは首元につけて髪の毛を入れないようにするためのもので、日本にありましたっけ？ここからヘアセットが始まります。すごく興味深かったのが、ワックスにベビーオイルを混ぜてるんですよね。ちょうど鏡のところに見えるピンクのやつです。多分私の髪が乾燥しすぎているので、ベビーオイルを使うことで光沢を出すために使ってくれてたんじゃないかなと推測してます。最後にしつこいようですが、確認のために私の理想の髪型はこちらでした。はい、ということで切ってきました。どうですか？なんか昭和のサラリーマンのお父さんみたいな髪型なんですが、すごいね、綺麗に丁寧に、すごい逆光だな、切ってくれました。ちょっとセットの仕方私自分好きじゃないんですけど、もうなんか綺麗にねこう切ってもらってね光ってますよね。これ多分ねジェルかオイルのせいなんですけど、おかげか。満足です。はい、ちょっと一回家に帰ってセットし直してみました。もう前髪をこう上げることにしました。こう見ると結構短くなりましたよね。なんか海外在住アジア人って感じですよね。どうですか？はい、その辺にあったナポリの美容院に行ってきた感想なんですが、でも本当にすごい丁寧に切ってくれました。このうなじとかもすごい綺麗ですし、ちょっとヘアセットはあんまり好きじゃないんですけど、それは置いといて、もうカットは本当に一流だなと思いました。それでなんと15ユーロだったので1700円くらいですか。このヒゲとかも剃ってもらって1700円なのでかなり安かったです。ただ一つちょっと難点を言うと、結構この顔周りを触る時が荒い。例えば上向いてほしい時とか、なんかこの辺目つぶししてくるんですよ。目つぶししながらこう上上げてきたり、なんかこう横向いてきてほしい時にこうウィーってやられたり、頭つつく時にすごいね爪が刺さったりして、なんかそういう意味ではその日本的感覚のその全部このプロフェッショナルで優しい手でこうタッチしてくれる感じではなかったので、そこだけちょっと難点だったんですけども、テクニック値段ともにもうパーフェクトで、私個人としてはすごく満足でした。ということで皆さんももし機会があれば行ってみてください。